期間としては2004年から2014年の、10年間撮ったことになるんですけど、最初の数年はやっぱりこの状況で自分が写真を撮ってるっていうことだけに満足していたというか、何を伝えたいっていうよりもとりあえずこの状況を写真で収めなくてはいけないっていうことだけしか考えてなくて、意識的に撮るというよりもその目の前にあるものを記録していくというか、そういう形で撮影してましたね。やっぱ写真を撮るっていうことはその被写体に近づいていく行為なので、どんどんそのお客さんだったりお客さんの生活に入り込んでいくことになって、精神的に僕もきつい状態になっていったんですね。今まで自分が感じていた老後というか、終わりに近い状況だったり、日本っていう国に対する思いとか、そういうのがガタガタと崩れていったというか、日本っていうのはもっと老後もしっかりニコニコ縁側でおばあちゃんおじいちゃんと笑って過ごしているもんだと思ってたんですよね、その当時は。でもそうじゃなくて、一人で弁当を待つっていう、そうですね、そういう人たちをずっと毎日見ていくので、自分の想像だったり、いろんなものに対する疑念というかっていうのがすごい、だいぶ精神的に追い詰められたっていう時期もありましたね。でも自分の中にそういうものが溜まっていったのをどうにかして外に吐き出さないと、やっぱ自分はもうここから抜け出せないというか、弁当配達を今ここでスパッとやめて、写真を撮るのもやめて次っていうふうにはやっぱどうしてもいけないぐらいもう深く踏み込んでしまったので、どうにかして外に出さなくてはいけないって思いました。それで写真を撮ってるので、それはもう写真展しかないということで写真展を開催したんですけど、その時に自分が撮った写真を壁に貼って、でそれをお客さんが見てくれるんですけど、もう涙を流す方もいたりとか、10分20分ずっと1枚の写真の前でずっと動かないでずっと見てる人とかいて、僕はそれをずっと見てたんですけど、自分がやってきたことで人の心をいいか悪いか別として動かすことができたっていう喜びっていうのはなくはなかったんですけど、それ以上に自分が接してきたお客さんたちが壁に展示されることによって、かわいそうな人、お客さんを見た人が涙をしてしまう、そういう、写真にしてしまったというか、その罪悪感がそこですごい僕は生まれてしまって、それでそうですね、一回写真も撮らない方がいいなと思いまして、弁当配達員を一回辞めて、で写真も一回やめたんですね。もう撮るのやめようと思って、働くでも何でもなく、逃避というかで、それがそうですね、1年ぐらいそういう時間を自分で作って、ある程度今思うとリハビリが済んだ状態、心身ともに回復してきたら、そしたらやっぱりここが気になるというか、この弁当配達の現場で自分で答えを出さなくては次に進めないなってやっぱ気持ちになりまして、それでお店にはすごい迷惑かけたんですけど、またよろしくお願いしますという形でこの仕事に戻って撮影をまた再開しました。そこからまた写真を撮らずに半年間普通に配達してみたりとか、そういう自分の中である、試行錯誤というか、どうやったらすっきりした撮影ができるんだろうとふうなことを考えながら毎日配達、してまして、ある時自分が撮っていたものが、大きく分けて生と死っていうと、その死っていうものをだいぶ意識して撮影してたんですけど、ある瞬間から
この状況でご飯食べるっていうそのなんか強烈な性というか、前日配達行った時にはもう泣きながら死にたい死にたいとかいうお客さんもいるんですけど、次の日配達に行ったらちゃんとお弁当食べてるんですよね。でそれって何なんだろうっていう、それが最初はもう本当に分かんなかったんですけど、なんで食べるんだろうと。でも徐々にそれがもう意志とかそういうのではなく本能で生きてるんだなっていうふうなことに気づきまして、それで自分が取っていた死という題材から生という題材に自分の中でマインドチェンジができるようになって、ガラッと一気に変わっていったんですね。作品も撮る内容もそうですし、自分とおじいちゃんおばあちゃんとのコミュニケーションも変わっていきました。今ここに展示している写真というのは当時壁にかけて展示した写真とは全く違う編集になってるんですけど、当時はその厳しい状況で暮らしている高齢者の方々っていう形の展示だったんですけど、今は厳しい状況は厳しい状況ではあるんですけど、それでも生きるっていう、それでもご飯を食べるっていう、そこによりフォーカスして、で僕はそれを希望と捉えたんですよね。人間ってしぶといなというか、なかなかくたばんないんだなっていう、個人個人やっぱりあるので形は。だからそれが幸せか不幸せかという判断は僕にはできなくて、それは本人が決めることだと思うんですけど、幸せ不幸せは別として人間の動物としての力強さというかっていうのにすごい改めて感動したというか、それで僕の伝えたいことはこれだったのかというか、弁当配達で苦しくなってやめて、それでも戻ってくる理由というのが分かったというか、そういうことを自分は認識したかったんだなっていう、最後の 2,3 年ですね。でようやく分かって、でそこからはだいぶスムーズに写真も撮れるようになりましたし、作品を意識しながらプロジェクトを進めることができました。学校の教室を使わせていただくということで、壁を作るっていうことも考えはしたんですけど、そうではない展示にちょっとチャレンジしてみようということで、意思ではなく本能で生きるっていうことを強調したかったので、なるべくシンプルにいこうと。でこの置くというアイデアはですね、やっぱ僕が配達に行く、それを待つっていう、大体寝てるお客さんもたくさんいますし、で僕はそこに赴くというか弁当を持っていくんですけど、体感してもらえたら違う見え方があるのではないかなと思いまして置いてみようと。見る方が普通に壁にかけた場合は普通に立ってたら対することができるんですけど、でもやっぱこれだと覗き込むことになりますよね。そうすることによって身体的に近づいていくというか、こういう状況にある方々に体で近づいてもらうというか、そういう意図で置くという選択をしました。入り口から奥に入っていくにつれて、自分が体験した入り口からどんどん深くなっていくというか、どんどん配達の僕が体験したディープな感覚というか、そういうものが見る方が体験できたらいいなという形で写真は配置しました。やっぱり人を撮るのが僕は好きで、そうです、写真関係なく人からいろんなことを学びたいっていうふうに思ってまして、今後も人を撮ることを中心に撮影していくとは思うんですけど、今いろんな形で人とつながれるというかコミュニケーション取れる時代なんですけど、僕はやっぱり目と目を合わせてコミュニケーション取りたいんですよね。でそれはやっぱ写真があるとそれがとても僕にとっては有効で、カメラを持ってない時の自分はかなりシャイで、一人でだらっとしていたいんですけど、カメラがここにあることだけで人と積極的にコミュニケーション取れますし、人の
ここが素敵だなっていうところを、見ようっていう気になるんですね。僕にとってカメラってそういう存在で、カメラを持ってる自分が好きなんですねでも疲れちゃうので毎日は持たないんですけど、いろんな人とカメラを通してコミュニケーションをとって、でその人から多くのことを学んで、そうですね、僕が学んだことを、写真だったりで多くの人に伝えられたらいいなと、大きくはそういうふうな形で作家活動を続けていけたらいいなと思うんですけど。